ついに FJ が発売されましたね。素人目線にはなりますが、めっちゃ好きな車なので熱く語ります。ネットでは批判的な意見が目立つ FJ ですが、実写を見ずに批判はできません。今回は FJ の情報をなるべく多く集めるために、気合を入れて愛知県のトヨタ会館まで来ています。FJ の仕様について紹介するのはもちろんですが、見積もりの詳細、納期やオプション、どうやったら買えるのかについても徹底調査してきましたよ。それぞれタイムスタンプにまとめておくので、興味がある部分だけでも見ていってもらえると嬉しいです。まずはじめに FJ の仕様をざっくり紹介しますね。実写を見てまず驚いたのが大きさです。サイコロのようで一見可愛らしいフォルムですが、実際近くで見るとかなり大きいのでギャップがあります。ちょうどシエラとの比較写真がありました。こうして見ると大きさがわかりやすいですね。顔面肉厚、迫力満点ですよ。ライトはこの字型のバイビームライト。ノルマライトは後出しで販売されるとの噂があります。ウインカーはデイライトと切り替え式です。ヘッドライトは障害物で割れないように中心寄りに配置されています。けどブレーキランプは外側なので真っ先に割れそうだ。分割の樹脂バンパーで交換簡単安上がり。ぶつけた箇所だけ交換できますよ。バンパー下はしっかりカットされているので、でっかい岩も乗り越えます。ミラーの形普通、特徴なし。背面タイヤにバックカメラがついています。カメラはタイヤの取り外しに干渉しないように設計してあります。サイドステップ重視。下を除くと金属の補強があるので、強度は問題ないと思いますよ。後で ARB の活かしたオプションも紹介しますね。バックドアは横開き。荷室はランクルにしては狭めですが必要十分。間口が高いので荷物の積み下ろしが大変そう。身長150センチだとおへそのあたりに来ます。内装は水平基調。ハンドル以外ほとんどプラです。450万の車にしては内装が安っぽいとの意見もあるようですが、 FJ はこれで良くないか？収納一つ一つがどでかいオフ車仕様。ほぼ全てのスイッチが物理ボタンなので操作性よし。後部座席は狭めです。運転席を最大まで下げると膝元はこれぐらいです。天井が高いので開放感があります。そして驚いたのは視界です。後部座席が高い位置にあるからか、前方の視界がとてもいいですよ。後部座席はワンタッチで折りたためて荷室はかなり広くなります。後で詳しくお話ししますが、車中泊は絶望的。どうあがいても無理です。そして FJ は標準装備が多いんです。ルーフレール、フォグランプ、リアフォグもあります。どでかいモニター、シートヒーター、ステアリングシーター、運転席パワーシート、360度モニター、便利機能が標準装備なので、その分お金を外装のカスタムに回せますよね。FJ の醍醐味ともいえる豊富なカスタムパーツについても後で詳しく紹介していきますね。今のところ FJ の不満点はミラーのデザインのみ。このかっこいいフォルムに合わせて角張ったデザインにしてほしかったです。次は FJ の見積もりです。ランクル FJ のグレードは VX の一つだけで価格は450万。見積もりは2パターン出してみました。1つ目の見積もりは必要最低限のオプションのみ、カスタムベースの最安仕様です。オプションは ETC とドラレコのみで、乗り出し価格は485万円でした。2つ目はオプションゴリゴリのガチ仕様。モーターショーで展示されていて、私が一目惚れした FJ を参考にしたカスタムです。オプションは ARB のルーフラック、アンダーガード、サイドステップ、サイドとバックドアのモールパネル、フロアマットなどです。シノーケルの設定がないのは残念ですが、これでほぼ展示車と同じ仕様になると思います。この欲張りセットだと乗り出し価格は571万円。オプションマシマシだと100万円は軽く上乗せされますね。ランクル FJ、カスタム豊富で妄想が膨らみます。そしてお金が溶けます。次は FJ のスペック、オプションについて紹介しますね。現行ランクルシリーズ最小、ガッチガチのアクロも行けながら運転もしやすいサイズ感。小回りはランクルシリーズで一番。前方の視界も良くて、バンパーのこの部分が斜めにカットされているので、運転はしやすそうです。趣味全開で楽しみながら、気軽に乗れるファミリーカーにもなりますね。これが FJ の魅力だ。車幅はラブ4と同じなので、ほぼラブ4。幅よりも高さがあるので、コンセプト通りサイコロのようなフォルムです。エンジンは 2.7 リッターのガソリンのみ。伝統の 2TR エンジンです。非力なエンジンと言われることもあるようですが、同じ 2TR エンジンのランクル250やハイエースに乗った時は特に遅いとも思いませんでしたよ。FJ より200キロ重い250でもストレスは感じなかったので、日常の速度域なら問題なさそうです。高速の上り坂はしんどいかもしれませんね。20年経っても未だに新車に搭載されている信頼性抜群のエンジンと私はポジティブに考えます。
駆動方式はパートタイム 4WD、リアデフロック搭載でJAFいらず、日常使いでスタックすることはまずないと思いますよ。FJ の魅力はカスタムが豊富なところですよね。もちろんメーカーオプションも大量に用意されているので、こんな車をカスタムベースにしたらお金は一瞬で溶けます。私が初めてジムニーを買った時、純正のままでかっこよすぎだろう。カスタムなんて必要あるんかって思っていましたが、なんだかんだ色々欲しくなって気がつけばネットサーフィンしてるんですよね。FJ も多分それです。覚悟を持って乗りましょう。ということで、個人的に気になっていたオプションパーツを調査してきました。まず気になっていたのはモールパネルです。バックドア、ラゲッジ両サイド、運転席裏に取り付けられます。素材は樹脂で丈夫、耐荷重は 2kg 前後なので小物をかっこよく飾れそうですね。フルセットでお値段約12万円。そして何より ARB のフル装備。これはかっこよすぎます。ステップはスチールの活かしたレール、ルーフキャリア耐荷重 40kg のアルミ製、アンダーガードは高強度鋼板の防錆仕様。にわかな私は ARB を知りませんでしたが、オーストラリアの老舗メーカーなんですね。ARB のフルセットでお値段約60万円。個人的にはモデリスタのようなギラギラしたカスタムよりも ARB が好みです。あとはデカールなどのドレスアップも豊富なので個性を出せそうですね。今後はいろんなメーカーからカスタムパーツが出ると思うのでワクワクしますね。シュノーケルにも期待だ。ここからは FJ の仕様や同価格帯の車と比較をしていきますね。ランクルは同じシリーズの中でも住み分けがはっきりしていて、それぞれ特徴がありますね。最新装備搭載でラグジュアリーな300、バランス型優等生な250、質実剛健な働く70、そして今回の FJ は自由に楽しむというコンセプトなんだそうです。サイズはシリーズ最小、小回り効いて視界よし、運転しやすいこと間違いなし、気軽に日常使いできるランクルって立ち位置になりそうですね。もちろん基本設計は同じなので、どこへでも行き、生きて帰ってこられるという本質は全ランクル共通。シリーズ最安値でも信頼性や耐久性、アクロ走破性は心配ありませんね。内装は250から高級感を引いた感じ、共通パーツも多いです。250ではソフトパッドや革張りだった部分が FJ ではほぼ全て樹脂になったってイメージですね。450万の車体にしてはチープなので気になる人も多そうです。FJ に高級感を求めても仕方ないので個人的にはこれで OK です。そして物理ボタン多めで操作性は最高なのでこれからもぜひごつくてでかい物理ボタンにこだわってくれ。私的 FJ の残念ポイント一つ、車中泊が絶望的です。後部座席は跳ね上げられないので、ここに大きな段差が生まれます。ベッドキットでこの段差を埋めても、バックドアから運転席までの長さは140センチほどなので、足を伸ばして寝ることはできません。車中泊は諦めるか、屋根の上にテントを乗せましょう。車中泊無理。次は同価格帯の車との比較です。まずは他のランクルシリーズと価格を比較してみます。ここでは価格の近い70と比較してみます。数値で見ると、馬力とトルクに大きな差がありますね。そしてタンク容量は63リットル、カタログ燃費で 8.7 キロなので、航続距離が気になります。ただ数値では測れない運転のしやすさ、日常での使い勝手などもあるので、ファミリーカーとして考えるなら FJ ですね。小回りの利く FJ には他のランクルにはない魅力がありますね。そして価格で言えば RAV4 と同価格帯です。ラダーフレームの本格オフロード、燃費なんて知らん。かっこよければ空力なんてどうでもよし。趣味全振りで行くなら FJ。ハイブリッドでリッター20キロ超えの化け物燃費、快適性に普段使い、万人受けで家族も喜ぶ、実用性重視なら RAV4 ですね。趣味車に乗るということはそういうことです。ノマドと FJ で迷っているって意見も多いようですが、150万ぐらい差が開けます。素人の私が趣味程度で行くような林道なら、FJ でもノマドでも全く問題ないと思いますよ。比較ポイントは、乗車人数の違いと、ノマドにはマニュアルの設定があるので、その辺が検討材料になりそうですね。どちらも普段使いからガッチガチな趣味まで行ける車なので完全に好みだと思いますよ。車中泊まで考えるならノマド一択ですね。キリがないので比較はこの辺にしておきます。450万円というといろんなメーカーの高級 SUV も候補に入ります。50万追加すればトライトンまで候補に入るのは驚きました。皆さんだったらどれを選びますか？いろいろと悪い噂のある購入方法についても確認してきました。70の時は残クレかリースじゃなきゃ買えませんでしたが、去年公正取引委員会から指導が入って販売方法は改善されたようですね。FJ はそういった縛りもなく、現金一括や銀行ローンでも買えるとのことです。ネットで見た情報によると、転売禁止の契約書は書かされるそうですよ。そもそも買えるのかって問題ですが、私が確認した店舗はすでに受注停止。
1店舗あたりに割り当てられる台数が2、3台とのことで、初日で即完売。店舗によって受注状況は変わるとのことですが、おそらくどの店舗も初日で完売したとのことです。話によると、発売日の5月14日に注文できた人の納車が完了するのは9月から10月。それ以降の受注再開時期は未定とのことです。おいトヨタ。次の割り当てを待つしかないようですね。営業さん曰く、新車の割り当てが来た時は、オプションなどで使用をすでに決めていて、見積もりまで出している人から優先して案内するようです。欲しい人はまずディーラーに行って、購入直前まで話を進めておくのが良さそうですね。店舗で売れる台数は2、3台。お得意様からはなぜ買えないのか、とクレーム。販売スタッフは売りたくても売れない状況。半年前から発表しているのだから、せめて販売方法を明確にしてほしかったですね。ということで簡単にまとめます。カスタム豊富で個性を出せるジムニーのような乗り方ができます。これは魅力的だ。大迫力のボディサイズで迫力満点。実車を見ると惚れ惚れします。ですが後部座席は窮屈。車中泊はできません。ファミリーカー適性はランクルシリーズダントツナンバーワン。ゴリゴリの趣味車ですが、プレゼン次第で家族も説得できそうですね。そしてネットで言われているネガティブな意見。燃費悪すぎ、内装安っぽいとか馬力不足って話は私的には気になりませんでした。そこを犠牲にしているからこそ、市販車最高レベルの走破性と信頼性を得られるんです。ランクルに乗るならそんなこと気にしてはいけませんね。ということで、他の同価格帯の車とは差別化されていて、素晴らしい選択肢が増えました。素晴らしい車なんですけど、買えないって時点で私ならデリカに行きたくなりますかね。同じランクルシリーズでも、それぞれ特徴があって住み分けもはっきりしているランクル。今回新しく気軽に乗れる FJ が仲間入りしましたが、残念ながら気軽に買えません。実際に目で見て FJ の魅力が分かりましたよ。レンタカーが出たら実車レビューをしていくので、よかったらまた見てくださいね。じゃあまたねー。